今回分析に使ったシューズはシマノの RC7 です。サイズは42です。で、このシューズをですね、触ってみた感想としては、やっぱりヒールカップがちょっと RC9 と比べると違うかなっていう感じがしました。RC9 のヒールカップがすごくよくできているっていうのがよく分かりました。それでは RC7 の重量を測ってみましょう。さあどうでしょうか。271g。カタログ値だと 255g なので、これもちょっとやっぱりカタログ値より重いかな。さあそれでは今回もねスタックハイトを測ってみたいと思います。スタックハイトはいつも通りこの16箇所ね測っていきます。でこちらもインソールが厚さ影響しますので、これはね取っちゃいます。7.25。これ RC9 に比べるとやっぱRC7 の方がちょっと硬いね。これやってる時めっちゃよくわかるわ。硬いからだいぶ動いちゃった。では RC7 のアップストローク引き上げの時のねソールの曲げ合成を見てみましょう。いきますよ。今回もね前回と同様180ニュートンの力で荷重をかけております。でこの180ニュートンの荷重をかけた時にソールがどれぐらい変形するか。同じ荷重ですから変形が大きければ大きいほどソールは柔らかいということになります。これをね10回繰り返しております。前回のね動画を見ていただいた方はお分かりだと思いますけれど、やっぱり RC9 よりはちょっと柔らかい感じがしますね。さあ今度はダウンストローク、踏み足ですね。その時のソールの変形を見てみましょう。こちらも先ほどと同じように180ニュートンで10回荷重をかけます。合成の計測をするときは基本的にはこの紐といいますかボアのダイヤルといいますか、これは全部ゆるゆるにしてあります。ね、締めてるとアッパーのこの引っ張り具合が影響してしまうので、アッパーはもう完全に緩めた状態。もちろん中のインソールも取り外してあります。さあ10回終わりました。どうだったでしょうか。今度は海外の動きですね。海外の動きを見てみたいと思います。こちらも10回いきます。今度はね5ニュートンメーターの負荷になります。ではいきます。おお、これは RC9 とだいぶ違いますね。かなりねじれる感じがします。かなりグイーッと曲がってる感じがしますね。このねフレーの幅を見ていただくと分かるかと思うんですが、かなりねじれてる。5ニュートンメーターの力でかなりねじれが大きくねじれてるのが分かります。
すごいね、こんなに違うんだ。では最後に今度は界内の動きを見てみましょう。ではいきますよ。こっちもめちゃくちゃ曲がりますね。手で持ってみた感じではあんまり分かんなかったんですけれども、やっぱりこういうふうに実際に計測するとよく分かりますね。明らかに RC9 より RC7 の方が変形量が大きいように思います。めちゃくちゃ変形してますもんね、これ。これは結構私でも驚きですね。こんなに違うんだっていうのがすごく新しい発見です。はい、これで10回終わりました。では合成のね分析データを見てみたいと思います。RC9 は前回計測した通りこの点とここの点にプロットされましたが、 RC7 はですねこことここになりました。まず踏み足についてですが、踏み足の時の曲げ合成は RC9 よりやや低いぐらいかなというふうに思います。ただねじり合成がですね RC9 に比べたらやはり低い、そんなデータが出ました。で引き足に関しては曲げ合成ねじり合成とも RC9 より低い値になりました。でこのような引き足だけちょっとねデータが変わったことに関してシューズの固定による影響があるかというふうに、思ったりもしますが、シューズの固定はトルクレンチを使ってどのシューズでも同一条件にしておりますので、その影響はちょっと考えにくいんじゃないかなというふうに考えております。今回は RC7 について分析をしてみました。で RC7 は RC9 と比較して、合成が低いっていうのは、予想していた結果なんですけれども、特にこうねじれ合成について、RC9 の半分ぐらいだったっていうのはとても興味深い内容でした。その中でもダウンストロークの時の合成とアップストロークの時の合成に結構はっきりとした差があったっていうのはすごく新しい知見じゃないかなと思います。でこのデータのようにですね、他のシューズではどうなるのか、例えばモデル同じメーカーのモデルの違いでもそうですし、あるいはメーカーが違った場合っていう場合も含めてですね、これはパフォーマンスにちょっと影響がありそうな内容ですので、今後もね注目してみたいと思います。またプラスコのですね郵送フリート調整サービス、それからこの動画のチャンネル登録高評価ももちろんこの継続していく励みになりますので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。さあそれではですね、また次回のシューズの分析を楽しみにお待ちください。それでは。